三重県伊賀市高尾の山間部、周囲は森で囲まれており夜になれば明かりもないような鬱蒼とした山道に、なぜか巨大なソニック像が立っているというのをご存知でしょうか？山道にソニック？なんでこんなところに？その疑問はごもっともで、一体誰が？なぜこんな場所に？何の目的で？と、これらの様々な謎はネット上で話題に上がり始めた2010年代頃から、実におよそ10年もの間はっきりとした答えが出ないまま語られ続けてきました。長い間未解明だったんだ。この話題は国内だけに収まらずやがて海外コミュニティを中心とした大きなうねりへと発展していきます。そして近年このミステリーの真相がついに明らかとなったのです。ということで今回は三重県の山道に存在する謎のソニック像についてご紹介します。我々あけたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが、解説、考察、ゲーム実況など色々投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。事の発端は2015年12月20日、バイクが趣味の日本人男性250森幸さんがツイッターに投稿した画像が話題となりました。その画像がこちら、ボードに乗った巨大なソニックの像が2本の木の間に設置されているというもの。高さ約2メートルボードの幅を含めると全長3メートルという大きなサイズもさることながら、ご覧の通り像の周辺は建物は愚か街灯もない鬱蒼とした山道であり、そのミスマッチも相まって異質な存在感を放っています。どうしてこんなところにあるんだろう。しかも見た感じだいぶボロボロだよね。設置自体はかなり前に行われていて随分長い間ここにあったってことかな。謎だらけですよね。山道に突然現れる巨大なソニックという異様な光景。この謎だらけのソニック像の存在は多くの人の興味をかき立て、主に海外のソニックファンを中心に話題が広がっていき、コミュニティではこの像の正体を突き止めようとすぐに調査が始まりました。しかし、その最初の調査は想像以上に難航することになります。まず問題となったのがこの像が設置されている場所について、画像の投稿者である250森幸さんは趣味のツーリングの途中でこの写真を撮影したと語っています。ただその日は特に目的地を決めない気ままなドライブだったため、走行したルートを詳しく覚えていませんでした。そこで他に手がかりはないかとあらゆる情報が洗い出される中、調査を進めていたコミュニティは2009年に日本の個人ブログで、同じソニック像が写った写真が投稿されていることを発見します。新情報だ。そのブログに掲載されていた写真ではソニック像の花がまだ折れずに残っていることが確認できます。つまり少なくとも2009年の時点でこの像はすでに設置されており、その時点では今よりも綺麗な状態だったことが分かりました。さらに記事の本文には、突然三重県の山中に現れた、という一文が記されています。これにより像が設置されている場所が日本の三重県であることが判明しました。やった、県は絞り込めたんだ。しかし三重県は県土のおよそ3分の2が森林に覆われており、山道も網の目のように無数に存在します。三重県の山中という情報だけで正確な場所を特定するのはあまりにも困難。250森幸さんの当時の投稿内容からツーリングルートを絞り込もうとする試みも行われましたが、この時点では場所を特定することはできませんでした。また誰が何の目的でこの像を設置したかについても各種掲示板やフォーラムで盛んに議論が交わされましたが、その多くは決定的な根拠に欠けるものばかりでいずれも推測の域を出ることはありませんでした。結局当時の調査で分かったのは、三重県の山道のどこかに存在すること、2009年の時点ですでに設置されていたこと、この2点のみで、新たな進展がないまま、次第に語られる機会も減り、この話題自体も徐々に勢いを失っていきました。こうして謎のソニック像は、再び忘れ去られていくことになります。ソニック像をめぐる議論もほとんど行われなくなっていた中、2018年3月29日、事態は急速に進展していきます。海外のソニックニュースサイト、ソニックスタジアムのフォーラムにてある投稿がされました。Google ストリートビューのスクリーンショットとともに、ソニック像の正確な位置を特定したという内容です。ついに場所が分かったんだね。しかしその正確な位置については当初公表されることはありませんでした。どうして？位置情報を全体に公開した場合、もしかすると悪意を持った人物によって像が破壊されたり盗まれてしまうかもしれない。そういったリスクを考えた上での判断でした。そこで、ソニックスタジアムは別の方法を選びます。現地へ赴き実際に記録を残してくれる有志を募集したのです。そして偵察に適した人材であることを確認した上で、その人にのみ正確な位置情報を共有することにしました。なるほど慎重だね。そんな中、ソニックスタジアムが有志を募っている間にも別の有力な情報が発掘されていきます。2018年9月14日、Twitter ユーザー DAF123 がこちらの画像付きポストを投稿しました。あれ？
例のソニック像が飾られてる？この画像は2000年代に大阪府門真市に存在した、セガワールド門真のテレビ CM を切り取ったものです。セガワールド？セガワールドは2000年代初頭まで展開されていたセガのゲームセンターブランドですね。しかし2010年頃から徐々に撤退が進み、2022年にはセガの全社的な組織再編もあって、セガワールドを含めセガのゲームセンターは店名がすべて、ギーゴへと変更されました。撤退の流れの中で、セガワールド門真も2006年頃に閉店してしまいますが、当時の CM 映像を確認すると施設の天井付近に例のソニック像が映っているのがわかります。ほんとだー。元はこんなにピカピカだったんだ。これによりこのソニック像はもともと、セガワールド門真に設置されていたのではないかという説が有力になっていきました。そこから少し時は経ち2019年1月、ついにソニックスタジアムを見た有志の一人、ネイサン・ギル氏が現地への偵察に名乗りを上げます。ついに行く人が出てきたんだ。共有された位置情報をもとにその人物は実際にソニック像を訪問しました。そこで撮影された最新のソニック像は、雨風にさらされ塗装は剥がれ落ち、腕には亀裂が入り、ボードは苔むし、今にも朽ち果ててしまいそうなほど深刻に劣化した状態だったのです。もうボロボロだ。少なくとも10年以上も山で放置されてたんだものね。しかしここでどうにもならない大きな問題がありました。この像の正式な所有者がわからない以上、修繕や移設といった対応に誰も手を出すことができなかったのです。この状況を強く懸念していたのが、ソニックスタジアムで最初にこのソニック像の記事を書いたライターのデイブ・ルーティ氏でした。彼はいつ壊れてしまってもおかしくないほど劣化したソニック像の状態を目の当たりにし、強いショックを受けたと語っています。そこで彼は自身の YouTube チャンネル、バドニックメカニックにて、この謎を整理したまとめ動画を投稿します。その動画では、巨大な謎のソニック像が日本の山道に存在すること、それが多くの人の関心を集め長年にわたって様々な調査が行われてきたこと、もともとはセガワールド門真に設置されていたもので閉店後に関係者に引き取られた可能性を推察していることなど、これまでのソニック像における情報が丁寧に整理され、ついに像の正確な住所も合わせて公開されました。場所も公開したんだ？当初は破壊や盗難のリスクを考慮して公表を控えていた位置情報。しかしそれ以上に、像が朽ち果ててしまう前に正式な所有権を持つ所有者へ届けたい。その強い思いから全ての情報を全世界へ公開する決断を下したのです。所有者がわからないと何もしようがないものね。リスクはあっても修復のためには急ぐ必要があったってことか。一ソニックファンとしてこの像の保全に協力したいという気持ちもあったでしょうし、このまま崩壊が進めばすぐ近くを通る道路にも影響が出て、最悪の場合思わぬ事故につながる危険性もありました。そうした状況を踏まえてもう猶予がないと判断した結果だったのではと思います。そしてこの動画をきっかけにこのソニック像は再び大きな注目を集めました。Google ストリートビューへのアクセス数が急増したことで、この像は Google マップ上で謎のソニック像として登録され、さらにはゲームポケモン GO のポケストップにまでなるほどのランドマークとなりました。いや一気に注目されすぎだよ。それこそ悪意のある人がいたずらしに集まっちゃうんじゃないの？もちろんそうしたリスクも懸念されていましたが、そもそもソニック像へたどり着くには非常に険しい道のりであること、像そのものや周辺地域に対して最大限の敬意を払うべきであること、といった認識がデイブ氏の動画や記事を通じてしっかりと共有されていたこともあり、結果的に像が荒らされたり破壊されたりするような悲しい事態は起こらずに済みました。それは良かった。ちょっと安心だね。しかし一方で正式な所有者はすぐには見つからず、ファンたちは日々劣化していくソニック像を前に、胸を痛めながら見守ることしかできない状況が続いていました。リスクも覚悟して動いたけど事態はなかなか進展しなかったんだね。しかし、そんな状況の中で一つの転機が訪れます。2019年3月29日、海外のソニック・ザ・ヘッジホッグ公式 YouTube チャンネルにて、公式ライブ配信、ソニックオフィシャルが放送されました。そのライブ配信中、チャット欄でソニック像についてのコメントが大量に投稿されたのです。これはデイブ氏をはじめソニック像の現状を危惧していた海外のソニックコミュニティが、公式の目に留まらせるために取った行動でした。一致団結して公式に呼びかけたんだ。もちろん公式配信の場で行う以上、スパムと受け取られかねないリスクを伴う苦肉の策でもありましたが、ライブを行っていたセガのソーシャルメディア及び PR 担当のアーロン・ウェバー氏は、配信中にこの件について言及し、セガジャパンに連絡を取ることを約束する、と真摯な対応を見せてくれたのです。すごい、ちゃんと声が届いた。
この日を境にそれまで主に海外で語られていたソニック像の話題は、日本でも徐々に注目されるようになっていきます。デンファミニコゲーマーなどをはじめ国内メディアで情報がまとめられたり、ニュースを目にしたソニックの生みの親であるゲームクリエイターの中裕二さんや安原弘和さんらも、ツイッターでそれぞれリアクションを見せるなど、日本の関係者の間にもソニック像の存在が知られていきました。そして2019年4月3日、国内ニュースサイト、J タウンネットの徹底取材によって、この謎のソニック像の真実がついに明らかとなります。事件の真相を追っていた J タウンネット編集部は、ソニック像の近隣にある古民家宿へ問い合わせを行い次のような証言を得ました。私たちも10年くらい前に宿をやり始めたのですがその時にはすでにありました。小寺さんという方が別荘を持たれていて、別荘の入り口の目印として設置されたと聞いております。ここで改めてソニック像を Google ストリートビューで確認すると、像の近くには確かに、小寺山荘と書かれた看板を見つけることができます。本当だ。ってことは小寺さんって人の別荘の目印として設置されたってこと？そのようです。ですがさらに取材が進んでいく中で、小寺山荘の主人小寺裕二さんは数年前に逝去されていることも明らかとなりました。そうだったんだ。その後 J タウンネットは亡くなった小寺さんのご遺族への取材に成功します。そこで全ての謎が一本に繋がることになります。小寺裕二さんは生前小寺産業という会社を営んでおり、かつて門真市にあった、セガワールド門真を所有していた人物でした。店舗が2000年代に閉鎖、解体される際、備品を関係者で引き取ることになり、小寺さんは、ソニックは自分で引き取る、と言って持ち帰ったそうです。やっぱり噂通り元々はセガワールド門真にあったソニック像だったんだね。閉店に伴ってそれをオーナーの小寺さんが回収したってことだったんだ。先ほどの小寺山荘は小寺さんが所有していた山小屋で、この山小屋への入り口が道路からは非常に見えにくかったため、その目印としてソニックを設置したという経緯でした。なるほどね。ずっと目的が見えなかったけどそういうことだったのか。小寺さんのご遺族の方は残されたソニック像について、記事になったのは知っていて、残された家族でじゃあ綺麗な色で塗ってやるかと話していました。と語っており、翌年の2020年8月、実際にソニック像はご遺族によって修繕されることとなりました。8月8日から10日までの3日間にわたる修繕作業は、山奥にもかかわらず駆けつけたファンに見守られながら進められ、修繕完了後はピカピカに生まれ変わったソニック像がそこにありました。おー、すげー、新品みたい。折れていた花も元通りです。やったー。この嬉しいニュースは世界中を駆け巡り、復活を願っていた各コミュニティも大盛り上がりで、多くの祝福に包まれソニック像は見事復活を果たしました。小寺さんのご遺族は、人を集めるのが好きな親父だったので、喜んでいると思います。と語られています。その言葉通り今ではソニック像はファンだけでなく多くの観光客が訪れるランドマークとなりました。Google マップでの口コミ評価は 4.5 と非常に高く、現在は多くのドライバーやライダーが足を運んでいるそうです。本当に多くの人に愛される素敵な場所になったんだ。綺麗に復活したソニック像も前より心なしか嬉しそうに見えるね。もともとたくさんの人が集まるゲームセンターに立っていた彼は、本当に長い間誰も近づかない山道に居続けたわけですが、もう寂しい思いをすることはなさそうですね。もしソニック像に足を運ぶ際は本当に周辺にお店や施設は何もないので、事前のトイレや飲み物などある程度準備を整えてから向かうことをお勧めします。また雪が降る季節に行くとソニックのボードも相まって、まるで、アイスキャップのワンシーンのように見えファンとしてはたまらない光景となりますが、険しい山道がさらに危険になりますので観光の際は十分にご注意ください。改めてソニックの観光スポットにしては険しすぎるよな。とにかくアクセスしにくいのでそれなりの気合が必要ですね。なお現地に行くのが面倒でしたら、なんと2024年に有志の方が写真測量スキャンした 3D モデルがネット上で公開されています。3D モデルまであるの？前後左右にグリグリと動かしながら自由に鑑賞することが可能ですので、聖地巡礼が難しい方は Google ストリートビューと 3D モデルで観光気分を味わってみてはいかがでしょうか。また余談ですが、これに似たような話は実は海外でもございまして、例えば1996年頃イギリスロンドンに存在した屋内テーマパーク、セガワールドロンドン、当時園内には指先に地球儀を乗せたソニック像が飾られていましたが、施設の閉園後そのオブジェは行方不明となってしまいました。三重のソニック像と同じようにこの件についてもファンコミュニティで行方を調査する動きが活発化し、2019年7月、ロンドンにある設計デザイン会社の社内倉庫にて発見されます。すごい、見つかるもんなんだね。発見当時埃にまみれていたり、一部破損があったりと決して良好な状態とは言えませんでしたが、その後セガに引き取られたこの像は丁寧な修繕を経て新品同様の姿
姿へと生まれ変わり、現在はセガヨーロッパのオフィスにて大切に展示されています。言ってしまえば廃棄物だったオブジェが公式のオフィスシンボルにまでになったんだ。このようにセガが長い歴史を歩んできた中で、失われかけた文化や記憶を保存しようとする動きが世界中で見られるのも興味深い点ですよね。みんなソニックが好きなのはもちろんだけど、ソニックが歩んできた歴史そのものも大好きで、それを大切にしたいって思いが強いんだなって今回の話ですごく伝わってきたよ。そうですね。そんな熱い思いで復活を遂げた三重のソニック像、気になった方はぜひ足を運んでみてください。ということで今回は、三重県の山道に存在する謎のソニック像についてご紹介しました。この動画が良いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。